皆さんご無沙汰です。今回のエピソードは、長らくそのポッドキャストをお休みしていた理由にもつながって、エピソードタイトルから分かっての通り、そうですね、その初めての妊娠で、まさかの流産っていうのを、夫婦で経験して、そこを振り返ってね、その悲しみ死だったり、そこの向き合った感情プロセスだったり、支えられた経験で少しずつ前を向けるようになった、助けになったこと、ならなかったこととかっていうのを、夫婦で振り返りながら話すエピソードにはなっているんだけど、トピックもトピックで万人向けじゃないしセンシティブなものにはなるんだけどそこら辺は自分で判断してね、みんなに見てもらいたくてやっているものではないんですけど、自分たちの旅路を振り返って話すっていうのが結構大事だったりで、自分もそれを通った時にネットで探したから、そういった経験があった時にどうしたらいいか分かんなくて、だからそういった人に、慰めとして、何か届いたらいいなっていう思いで、このエピソードを、撮ることにしました。はい。じゃあまず一番初めに戻らないといけないんだけど、その始まりの部分ね、ストーリー。はい。妊娠が発覚した経緯については、私が最初にね、そこは知ったんだけど、っていうのも体がもうすでに内側からいつもと違う変わっているのに自分で気づいて、で、生理も遅れていて、あれと思って、妊娠検査薬をね、2人で買いに行って、で、信じられなくて3回テストをしたんだけど、でそこの時にポジティブって出たからクリニックの方でアポイントメントを取って、そこで正式に妊娠発覚っていうことだったんだよね。その時の心情覚えてる？ How did you feel いや when we first find out? めっちゃ嬉しかった。嬉しかった。普通に、単純に嬉しかったし、喜びがいっぱい。喜びがいっぱいだね。最初は私の方はまだ信じれなくて、わかる？みたいな感じで、でも最後にお医者さんでちゃんと正式に確認取れた時にすごく感動したのをすごく覚えてる。で、そっからあれだね、やっぱ話すとちょっとその感情がちょっとまた思い起こしてくる部分はあるんだけど、あれかね、6週くらいで心拍っていうのが確認できるようになるんだけど、そうだね、うちらの場合はその6週目7週目でまだその心拍が弱いだったり、その赤ちゃんの元もね、その通常よりもサイズが小さいっていうので、まだ母子手帳もらえる段階にはそこの本来もらえるべき正常で確認できたところではなかなかもらえなくて、でそこからね8週目のその診断の時に、正式に心拍がゼロっていうので、でも教科書上的にその2回心拍の確認ゼロっていうのがないと断定的にその流産という診断はできないから、また9週目に戻ってゼロっていうことで、そこから、渓流流産っていう風になってお腹の中で赤ちゃんが育たなくなったっていう流産だったので、そこから手術で摘出してっていう感じの流れにはなったんだけど、そのさっきの6週からそのね8週ですね、この期間がすっごく長くて過酷で、その後もだけど過酷第一のシーズンだったのを覚えてるよね。それはちょっと次の悲しみと向き合う段階でのプロセスはあるけど、その大きな理由はなんで悲しかったか？違う、なんで悲しかったかじゃなくて、6から7、その最終的にその最初弱いです、十分じゃないですって言われてから最終的に判断されるまで、うちらは何を通ってた？その間にめちゃくちゃ祈ってて、めちゃくちゃ神にね
頼ってて、もう神様もう奇跡を見せてくれっていう祈りばっかをして、でもちろん悲しみとか苦しみとかいろいろ感じて、いろいろ通って本当に辛かったな。まあその言葉にしか要約ができないんだけどね、話し方の。多分まず最初は最初の心拍が弱いとかっていうので、最初その時にちょっともしかしたら早いし、そうじゃないケースもあるから言えないけど、もしかしたら流産の可能性があるかもしれないっていうふうに最初にお医者さんに言われて、で結構妊娠だっつってね、いろいろもう夢を膨らませてるわけ。将来私結構早いから楽しみなことがあると、プランニングがそうで、その段階、そのワクワクって中でまさか自分がその流産っていう言葉を聞くことがあるとは思わなかったから、最初聞いた時はすごくなんかショック、どう受け止めたらいいかわかんない、ちょっと放心状態みたいな感じで、開いた口が本当に閉じなかった。その時で涙がブワーって目から溢れてきてっていうのは覚えてるんだよね。でもそっから初めてそんな言葉を聞いて、初めての妊娠ですごく不安と恐れとかもあって、そうでもそっからまあ家に帰ってね、で私はね、奇跡を起こす神様、なぜで十字架から復活した神様を信じてるもんで、それが現代でもわかる癒しとして、印として周りの人でとか起きるのを何度も何度も見てきたから、だからそうだね、その時に自分がすごく思ったのはね、なんかすごくその奇跡を信じきるっていうこととか、でそこってやっぱりその祈りだったり、やっぱ感情も精神もすごくね、前向きに自分が注ぐからこそ、もし祈ってることが起きなかったらすごい怖いなっていう思いが自分の中であったのをすごく覚えてるの。初めての感覚、惜しみなく愛する、惜しみなく信じきるっていうのが怖いっていうストッパーがあった。自分にとって感じたことのないくらいなんか大事なものっていうのがあったから。そうでもその中ですごく思ったのが、でもわかる、100%、ジャーナルで語られて聖書を読んでる中ですごく奇跡の福音書を読んでたっていうのもあって、いろいろ目の当たりにして、よし信仰を持とうっつってね、やっぱ母親として義務はね、その子の分までその信仰を持つ、もう惜しみなく信じて、惜しみなく祈って、何も引けるものがないようにもう全集中でわかる祈ってね、その奇跡系のこういった部分の証とかもネット YouTube で荒らすように探して、でそう自分を本当にその信じきるっていうところに持っていこうと、すごく意識的にそこインプットだったり探したっていうところがあって、でもそこから最終的に面白いことに弱いです。でも徐々に強くなってきてますっていうところで気持ちがすごく上がったんだよね。やばいっつって。で、その次の時に初めて、ゼロです、残念ですってなって、で、その時に面白かったのが、とてつもない悲しみを感じたことのないような悲しみ。なんか、心がもう本当に砕けたみたいな感覚だったんだけど、その中でもなんか平安があったんだよね。だから、こんなカオス、深い悲しみの時になんか心の中に平安があったっていう、すごい変な感覚。でもそれはなんでかってうちらは分かってるよね。神様がそばにいてくれる証だし、その時にその前に家族とか大事な人には伝えて祈ってもらってたから、その祈りの力だなっていうのはすごく感じてて、そこから手術で、そこの手術の後もやっぱ身体的な回復だけじゃなくて、やっぱ感情的な癒し、ただ悲しむっていうフェーズもこのね、死とかこの悲観と向き合う中では大事なプロセスだから、それはもちろんあったけど、モンティはどんな感じだったの、そのプロセス。そうだね、ムルセが言った通りに、その一番最初のなんかバッドニュースを聞いた時のショックがめっちゃ大きかった。で、その医者さんも、いい人だと思うけど、やっぱデレカシがなさすぎて、そのなんか流産という言葉をなんかめちゃくちゃ言ってて、
なんかそんなと思って、だからその旅路の中にやっぱ希望を持ちたかったけど、その希望を持つのもなんか辛かった。なんかそれもなんか希望を持ったらなんかなんていう、その祈ってることが可能にならなかったらどうするっていう感覚もめちゃくちゃあって、なんか怖かった、いろいろが。でもその中でなんか信じきりたかった、でそうだね、やっぱそのバッドニュースからのバッドニュースだったから、その中でもさっきも村瀬も言った通りに平安なんか謎の平安ももう全ての感情の中でその謎の平安もあって、それが、まあ、今振り返るとやっぱ神様がもうその全ての中でもずっと一緒にいたなと思ってるから、でもね、その辛さはなんていうもう強かったし、なんかそれがなんか平安があったからこそ、そのなんか痛みとかなんかなくならないじゃん。だからまあ全ての感情を感じたっていう感覚は覚えてるな。忙しい忙しいシーズンだったね、感情的にも。もうそうまあだからその中で本当に自分たちの怒り安定するためのそのアンカーってなってくれたのが、やっぱ本当に神様の言葉であり、で特に悲しみの中においては、まあ、ちょっと次のプロセスで話すけど、やっぱそのね支えられるっていう経験、家族、ねその近い友達にっていうのが結構大きかったんだよね。でまあデリカシーがないってさっき言ったけど、それは自分たちが聞きたくないニュースだから、あっちもねわかる、なんかそういうふうに感じてはしまうけど、まあでもすごくいいサポートをしてくれたから、そこはすごく感謝だな。残念な結果になってはしまったけど、でも一個覚えてるのが、その希望を持つのが辛い怖いっていうのが正直初めての感覚、だからその中ですごく自分を責めちゃうこともあったの私、母親だからわかる、その分信仰を持ってさ、やっぱ引っ張ってほしいじゃんわかる、持ちたくても持てないし、赤ちゃんとかってそうだから、その時になんでこんなにもう本当にすごくたまたまマタイの福音書を読んでて、イエスがペテロに水の上を歩いてっていう部分で、ね、最初は踏み出せるんだけど、でもなんか風にね注意を取られて、うわあたふたしてで沈み始めて、でもイエスが手を取ったっていうシーン、そこを読んでてすごく感じたのが、自分を責めてしまっている時に待って、イエスのリアクションを見てって、その信仰の方に信じるように呼んでくれているじゃん。でもそこの中で沈みかけた時にペテロを沈ませなかったじゃん。一番最初に言葉を発する前にまずイエスが手を差し伸べたっていうところで、そんな私も神様知っている、揺れながらも信じることが怖い、揺れながらも分かる、私を別に咎めてることはなくね、本当に最初に手を差し伸べてくれてるっていうので、結構ってすごく自由になった。これでもいいんだ、こういった旅路なのかなって神様信じてか、そうじゃん聖書読んでるとね、だからそれはすごく慰めっていうか感謝の瞬間だったんだけどね。はい、じゃあ、次にこの死だったり悲しみっていうその深い悲しみと向き合うその5段階のプロセスっていうものがあるのね。でそのフレームワークが結構自分たちがねどこにいるかって理解するのを助けてくれたり、それこそそういった深い悲しみの中にいるとなかなか前に進めてないっていうような感覚にもすごく陥りやすいんだけど、これを通してそういうことではないんだよっていうのが分かるっていうので、ちょっとそれをシェアしたいんだけれども、これはちゃんと事前に調べて、精神科医のキューブラっていう人が提唱した、そこで向き合う人間の5段階、必ずしも12345って順番に行くだったり、みんなが同じプロセスを得て向き合うというものではない。人によって、何かをスキップしてこれとか順番が別々だったりあるんだけど、あくまでも理解を助けるフレームワークっていうので、5つあるうちのまず1つが denial、 否認。まさかこんなことが自分に起きるなんて、なかなか現実を受け入れられない状態、ショックだよね、分かった途端、そうでそれはもう、
経験しました最初に、うん、しまくったそうでそこから次の段階が怒りはなんだろう、その感じていることにそのすごくインパクトを受けるじゃない。でそのリアクションがね、本当は傷ついてる失望だったりあれなんだけど、怒りとしてね、人に対してだったり、それこそ神様に対してね、現れてくるようなもの、不公平だよねって怒りをぶつけたくなる状態なんだけど、これ正直あったんだよね、うちにとってはなんだろう、その一番最初に言ってしまったその渓流流産って診断されてね、一番最初にボソって言ったのが何が癒しだよっていう、最初すごく怒ってたのを覚えてる。でもそれを言った後にすぐに精霊が内側で悲しんで、いやそれ本当じゃないなって、ね、その何が癒しとか奇跡だよってね、なんでかは分かんないけど、でも神様を信頼してるから、しかもまた天国で会えるっていう希望をこのプロセスを得てすごく得たから、そこは手放せてはいるんだけど、そうでもその時にいや今までたくさん見てきたし、そもそもねそれは違うっていうのはすいません違いましたっていうふうに自分の中で反省した部分はあったけど、モンティはあったの？そうだね、人に対する怒りっていうよりやっぱ神様に対する、怒りだったね。どういうなんか like, God, why? なんでっていう。なんでそうこんなにね、なんか初めて味わった楽しみがなんか奪われた、っていう感覚もあった。確かにそう大事なものが奪われた。でもさ、それ実際のとこさ、神様はね、ジョン・テンテン was it? 私たちから盗み殺しに滅ぼしに来る神様ではないじゃん、これはね神様がっていうわけじゃない。そうだからそうでもそういったね、その悲観と向き合う中でそういったね段階はやっぱみんな通るもんで、面白いのがこれはまた別の私がその聞いてるクリスチャンのカウンセラーやってる人のポッドキャストで話したんだけど、その怒りってなんだろう、その外向きに出る場合と内側に留める場合の2つがあるっていうことを話していて、でその内側に留めてしまうとね、それがね打つっていう状態につながるっていうこともある。特にやっぱ対処せずに内側に留めておくっていうのは好ましくない。だからその怒りっていう感情も実はそのね悲観と向き合う中での自然なプロセスっていうことを言っていて、なるほどっていうのはすごく思ったんだよね。で次に3つ目がバーゲニング、取引交渉ね、でなんだろう、もしこれしてくれたらこうするからっていうもう何が何でもこの状況を変えたくてもうdesperate、もう何でもっていう感覚、それもあったけどね、うちの中ではこれでそのハートビートが、ね、弱いっつって確認できたり、もしくはないって言われたとこからまた復活ってなったら、これこそ最高の証じゃないかっていう、だからマジでお願いします、何でもしますっていうリアルな祈りだったりっていうのはしたよね、お互いにね。そうだね。でその4つ目の段階が抑うつ、ただ深い悲しみだったりね、喪失感をただ感じる状態、これは慢性的にあったけどね、抑うつはそうだね。そうなんか他になんていう考えられる余裕がなくなる。何もそうだね。なんかすごく覚えてるのが、ちょうどシーズン的に結構これからいろいろなんかそれこそキャンプとかでさ忙しくなるっていうので、なんか自分が感じたのがで、ちょうど手術も終わった直後とかで、なんか何も人に与えられるものはないっていう、私自分で言うのもだけど結構なんだろう、その対痛みとかなんかわかんない、ちょっと強い方だとは思うの。なんかすぐに、なんかなかなか私が折れるには結構いろいろ必要っていうのも、なんかお前傲慢だなって聞こえるかもしれないけど、でもなんか自分のクリスチャンの旅路の中で初めて今は何も人に与えるものがない、本当に一人になって放っておいてほしいっつって、もうなんかっていう感覚はあったかな、その悲しみの中で。
ね。で、5つ目、ここまでその5つの段階が1つは否認、怒り、交渉取引、抑鬱、悲しみで、5つ目悲観の最終段階がその受け入れる acceptance っていう部分、現実を少しずつ受け入れる。それっていうのは起きたことがね望まない結果であってもでも変えられない現実であるのは確かだから、じゃあそこからその痛みと悲しみとともにどう前を向くかっていう段階の最終段階の部分にはあるよね。はい。全部通ったね。全部通ったし、しかもなんていう綺麗な段階で通ったわけじゃない。そうだね。一日すべてを通ったような、毎日すべてを通ったような感覚だったな。そう、その悲しみっていうのは本当に波、で1回じゃないじゃん。波って何個も何個もセットになって、大きいのだったり小さいのだったりっていうのがすごく来るから、そのプロセスはいろいろ幸いなことに信頼できる家族とかね近い友達とかにも話してそこをサポートしてもらった上ですごく平安を持っていい感じにすごくちゃんと向き合うことができたよね。自分自身、神様ね、そしてこれからっていう部分。でも面白いのがその悲観、悲しみねで起きたこと事実とそれのもたらす影響だったりその多方面的な多角的な部分があるんだよねっていうのも特に赤ちゃんとかってなるとさこういった将来っていうのがもうどんどん膨らむじゃん、こういった将来でそこに思い馳せてるからで何かその流産っていう風にはなってしまったけどでも思い描いてた未来だったり将来像だったりそこの素質もあるからそういった面でねみんなが人生でそれぞれ通る喪失感だったり悲しみってあるけどすごく多角的だからねそこともね向き合うっていうのは悲しみをちゃんと感じるなら感じて、流すもんは流した方がいいで怒りも感じるならうちに止めずに分かる祈りで持ってくぶつけてもいい人にっていうよりかはねでもナチュラルなリスポンスでそれあるかなとは思う、全てを通らないといけなかった、そうだね。そうでもタイトルにある通り実はねこのプロセスの中でもすごくね自分たちの中で、宝として握りしめるようなその学びだったり、得たものっていうのはあるからちょっとそっちに行きたいんだけど、このね流産っていう話も正直珍しいものでもないんだよね。実は多くの女性がね、やっぱそういった悲しみってさ SNS にポストするものじゃないしでも静かにそのプロセスを一人で、ね、悲しみながら通ってるっていうのが現実にあるんだよね。じゃあ次の部分で、夫婦として前を向く過程でね助けになったものならなかったもの、まず助けになったものまず神様どういうふうにやっぱ神様がいたからこそ通れたな、やっぱその毎日ジャーナルして毎日祈って毎日ワーシップを聞いてもう本当に毎日毎日だった、でやっぱ神様から来る平安、もうその中に見つけたしその通る力を見つけたしやっぱ神様がいないとどうやってこういう試練を取るのかがわからないぐらいそれが一番まず助けだったな。そうだね。私がこのプロセスの中で得たものっていう大きな一つが深い悲しみって神様とつなげてくれるものだなってすごく思ったの、っていうのも自分が深い悲しみの中にある時人って理解されることを心から望むじゃん、でこの痛みを誰か分かってくれないかっていうので、ね、誰か打ち明ける、ね、誰かその慰めを見出す相手って完璧な人生を歩んでる痛みが分からないような人には打ち明けることは絶対にしないじゃん、ね、でもやっぱすごく最初に流産かもって言われた時の中で自分の本当精霊がねヨハネ
3-16でさ、神はこの世を愛するあまりにね、一人子イエスを支えたっていう箇所がずっとね、頭の中に、心の中にあって、で、そう考えたのが、なんか、初めてその一人子の価値、初めてっていうか、いつも読んでて理解したつもりだったけど、だけどいざ自分が妊娠して一人子の価値が痛いほど分かった時に、それでもなお選んでイエスを送ってくれた。だったり、イザヤ書とか読んでるとさ、彼は蔑まれ、人にバカにされ、見捨てられ、ね、でも、ヘブルにも書いてあるけどさ、神はさ、私たちと神様の仲を取り持つ完璧な大祭司ではあるけれども、その人間の姿を通っていろんな苦難と、ね、苦しみを味わったからこそ、その私たちに寄り添ってそこを間持つことができるっていうような箇所とか、すごく、なんか、痛みを通ったエクストリームじゃん。この人間史上で存在する痛みのエクストリームを通ってそこに打ち勝ったっていう存在だからこそ、その悲しみの中にいて、そういった箇所を読んで、慰めだったり、感謝だったりっていう感覚になれたっていうのは、やっぱり、モンティの言ってるあれだよね。悲しみの中で神様がいてくれたことが助かった。痛みは私たちとイエスをつなげてくれるっていうのはすごく私も感じた部分があって、で、2つ目、私その助けになったことで、1つ正直になるっていうこと。私の中で得た大きなものは、人に頼ることの大切さ。人に頼りなよ、頼ってよとか言うけど、いざ自分がそうなった時に、頼れるかっていうのをちょっとテストみたいな風に感じて、その正直になるっていうのはもちろんそのさっきの悲しみの5段階のあれでその抑うつだったり怒りとかっていうのもさ、やっぱ根底には悲しみだったりっていうのがあるから、そういうのを神様に打ち明ける、留めておかずにぶつける。私は感情をあらわにする、考えてることをあらわにするのにちょっとためらいはないタイプなんだけど、でもこういった悲しみとかってなるとね、なかなかだからそれもそうだし、夫婦で話し合うこともね助けになったし、何よりも信頼できるその近い友達に話すサポートをもらうっていうのも多分そこの段階で私すごくあった厄介な考えが、でも流産した女っていうレッテル、流産した人っていうレッテルが自分は欲しくないっていうので、なかなかことも重いし、すぐに話そうかっていう感じにはならなかったけど、でもね、それは私を説明する人じゃ、私は神の娘でありっていうね、だからそこは長くその考えを、そうだよね、そうなるかもっていうふうにはする必要なかったのは幸いだけど、そういった部分でもやっぱ正直になることは慰めを受け取る機会であり、力を受け取る機会であり、祈りを何よりも受け取れる機会だから、それはすごく助けになった。正直になるっていうこと、で、それもキャパが今すごく縮小して、これとこれができないから助けてほしいっていうことにもやっぱつながるんだよね。そうだね。すごくこれもまた初めての感覚で、何か自分が辛いとこ通ってて、でそれを人に話せてない状態の中で、みんなは分かんないくせにあなたは分からないでしょ、私の通ってることっていう考えも正直本当に一番最初ね、ちらっとちらつかせてあったんだよね、私。でもやっぱりそういった意味でね、その考えって良くない？だって分からないじゃん、話さないと。だからそこは正直になる、勇気を持って言うっていうことはね、そういったね、やっぱそういったものって苦味につながるから、そういった感情分かってないじゃん。でも違うの聖書を開いたら、あなたの通ってる痛みを理解できないイエスじゃないし、大切な友達、信仰の兄弟とかってそこでね、本当に祈りだったり、その人の存在っていうプレゼントですごくね、助けられたっていう経験もあったから、そこは大きかったかな。あと他に助けになったこと。そうだね。やっぱその信頼する友達がいてからこそ、なんていう内側のものが、なんていう外側に出された、それが結構大事だったな。確かに息できる感覚ここでもめちゃね話してて、でも祈ってて、でもやっぱお互いもめちゃくちゃ痛みを通ってて、2人とも
なんかダウン。そうだね。だからいつもだったらどっちかが下がっててもう一人が励まして引っ張ってくれるんだけど、二人ともダウンだから上がってこようがないっていう。だからそういった意味でやっぱりなんだろう、やっぱ打ち明けて信頼って築けるものだったりもするんだよね。なんか私の場合はもうそうなんかね、近い友達本当に感謝だし、で何よりも同じ経験をした女性がね、近い友達にいたから、その子に話して時がわかる立って話せるっていう状態の時にいろいろ話せたのは結構自分の中で、それ大きかったね。大きかった。めっちゃ大きかった。最初そこ話せるまでちょっとやっぱまだね、手術も終わってもうただ悲しみに浸りたいって浸るのが必要だったからすぐにはできなかったけど、でも正しいタイミングでちょっと話せないっていうのでお互いのストーリーをシェアしたりで、その友達がね本当に神様の素晴らしさで後にね赤ちゃん授かることができてね、今は本当に祝福され、その時も本当に神様の祝福を歩んでるのを得て希望を得た。この子がこれを通ってね、大丈夫だったから自分も大丈夫かもしれないじゃないけど正直あった、そういうのは。そうで、あとね、うちらの夫婦の中での話し合いですごく空気感を変える瞬間があったの。それがね、このプロセスを得て何を学んだっていう話を2人でしてる時に、じゃあ何かいいことはあった？これを得てって。それが結構リフレッシングなあれだったよね。なんだっけ、その時にモンティが答えたの。そうだね。あれ、手術の次の日翌日、2日目か3日。で、一緒に焼肉を食べに行こうかってなって、じゃあ焼肉食べに行って、なんかやっぱ手術の後だったから、なんか結構生々しいなんか感情だったり、ね、このうつの感覚も結構強くて、もう悲しかったじゃん。なんか終わったけど、やっぱ終わったからこそ悲しかった。いいことが見えない状態じゃん、やっぱり悲しみにすごい浸ってるから、もうここにあるみたいな。ね、でその焼肉を食べながら、なんかメリッサがいきなりじゃあこの経験を通ってなんかそのいいこと何が良かったの、何が学んだのって聞かれた時に、っていいことで俺が多分最初に言ったのが悲しみって言ったと思うけどでもそっからよく考えるとやっぱ神様との関係も強くなったし、やっぱ信仰って何なのかもうなんかもっと発見ができたし、もっと希望を持てるようになったし、でなんかそれを含めてなんか純粋に他の人たちのためにもなんかもっと祈りたくなってきた。なんか前ももちろんね他の人たちのためには祈りたいけど、やっぱこれを通ったからなんか本当になんか他の人たちなんか他人が何を通ってるかが本当にわからないからこそ、そのなんかどんなオプチュニティがあってもそれを掴んで祈ろうと思って、やっぱその、なんていう溜まってる希望、溜まってるなんか信仰あったから、あるから、なんかそれをね使いたい気持ちはあったな。そう言えるのすごいよね。なんかさ、最初うちらの旅路で信じきるのが怖い、もう惜しみなく愛するのが怖いって感じた時に、果たしてつまりこの信仰は無駄になるのかって、それが起きなかった時にっていう、問いに対する答えだと思うんだけど、結局そこはうちらの中では全くのノーでね、そのモンティの言った通りで、何よりもその分ストレッチされたものは神様との近さ、親密さっていうのをすごくくれた。なんか私もなんかそのことが終わって、ね、同じような状況にいる人に祈ってほしいっていうもちろんその人は何も知らなくてで祈るってなった時にすごく感じたの。果たしてこれを得て私って奇跡祈れるのかなって、
何が出てくるんだろうね、金子メリサというクリスチャンに、ね、ここの試練を通したら絞った時に何が出てくるんでしょうか、苦味なのか、ね、不満なのか、ね、でもそこのね向き合わなきゃいけない、うわってなった時にね、やっぱ一番に感じたのはやっぱその痛みを分かってるからすごい寄り添いたいっていう気持ちもそうだし、で何よりもまだ私は信じる、起きなかったかもしれないけど、じゃあこの人の人生でやってよ、見せてよっていうのはすごくなった。でその後に考えた、じゃああの時のね苦しみって何を私にくれたのか。一番は神様との親密さ、これを得て一段階なんだろう、その自分をすっぱだかにさらけ出す心の内をっていうのがすごく構築された気がする、しっかりと向き合う中で蓋をせずに、ね、でもやっぱそこの命綱ってやっぱジャーナルだよね、神様の思いがここからわからない。じゃあこの痛みからどうその現実を受け入れて前を見ていくかっていう、ね、5段階の最終の段階なんだけど、やっぱそこ命を言葉をもたらすのは、目的をもたらしてくれるのは神様っていうのは私自身も経験したし、他にその同じようなリュウさんっていう経験をした友達と話してても、そのゲームチェンジャーは神様にこう語られて、これには分かるね、まだ見るべき目的があるっていうのを知ったっていうのを数人言ってるから、そこは本当にこの旅路の中で私たちの怒りとなってくれるのは神様の言葉だったよね。ね。で、メルさんもさっき言ったように、そのジョン3:16、ヨハネ3の16、はい、もう神様の愛を本当にもっと深く体験できたな。思ったけど、クリスチャン頭おかしいよ、信じてること。本当にうちこれ通してとんでもないこと信じてるって思ったもん私、イエス・キリストがどんな神である存在とかさ、このねこれを通して一番最初すごく死んされた後に向き合ったのが、じゃあ果たしてこの赤ちゃんはどこに行くんだろうかって、やっぱその天国の希望、すごく天国に思いを馳せたシーズンっていうのがあって、そこにね、やっぱこの苦しみはこの世ではね、その一時的なものではある。長く感じるけど。でも私たち人間作られた時から、この苦しみから解き放たれる。ね、悲しみも涙も、ね、怒りもないような場所を私たち生まれた時から探し求めてるんだっていう。痛みは神様につなげ、天国にも思いを馳せたりっていう、なんか、とてつもないこと信じてるな自分たちって改めて思ったのはあるし、まあでも良かったこと、このね前を向くために助けになったことで、うちが一番に思ったのは、どれだけその人が生まれてくるって生きてるってどれだけの奇跡か。すごすぎる。あなたがまだ息してるならね、あなたは神様にとってかけがえのない存在で目的があるっていうことをすごく、だって奇跡の連続じゃないと人って生きれないから。いや、ほんと。意味がわかんないよ。神なんていないとか言ってたらちょっと前に出てきて、ぜひちょっと討論したいっていう思うくらい、すごく目が開かれるような短い期間ではあったけど、すごくあったし、で、あとね、助けになったもの、視点としてはやっぱりどれだけその愛されてる存在だったかってこと。だからやっぱね、一番最初にね、自分のね、親とか家族とか、そう、友達、近い友達とかに打ち明ける中で、なんか、特に両親とかはさ、やっぱさ、今まで見たことないようなリアクション、喜び。だからそういった本当に喜びをもたらしてくれる子なんだなっていうのはすごく感じたし、まあでも残念な結果になってしまったけど、でもこの旅路、わかる？なんかそれ神様が私たちの人生でしたいこと何かはわからない、でもその旅路をね、なんか共有できるもうものにはなったから、それはそれでね良かったのかなって思ったね。そうでその赤ちゃん、その希望が天国でうちのことを待ってるっていうこともすごく嬉しい。天国に思いを馳せて今の人生を生きるって、こういうことなのかみたいなね、あったよね、そうだね。じゃあ、神様はなんで祈りに応えてくれなかったんだろうね。まあ今は分かんなくてもいずれ分かるんじゃない？そう、なんでかは分かんない。でも
ね、わかんないよ。これはでもわからなくてもいいの、うちは。そう、それがなんか新しい。わかんなくてもいい。だって人生ってなんでこれが起きてこれが起きないかって理由を発見するのが人生じゃない。少なくともすごくジャーナルしてる中ですごく受け取ったのが、ね、やっぱイエス・キリストだってさ、その十字架にかけられてね、そのね、ローマ兵にね、渡される前とか、止めることの力なんてあったじゃん。ね、御使いを送ってすごい力で十字架にかからないことを選ぶこともできたけど、ね、それでもあえてそこを言った。要は、なんか人生で起きるすべてにはさ、わかんないよ。目的があるっていうのを信じていて、でもその目的を見るためには、まず従順さが先に動かないと、その後の目的っていうのは見れない。で、だからこれ痛み感じてる時に私が一番聞きたくなかったのは、目的が何か理由があるはずだから、それも OK わかる。それは私も通ったけど、でも今それ自分通ってみて思うのは、理由はわからないしね、何か目的があったからだよっていうふうになんかね、そのようなシーズンにいる人にすぐに言えるわけではないけど、でもやっぱね、願わくばそこを通る中でね、何かしらね、ね、そうだね。他の人に寄り添ったりとか、自分の経験シェアしたりとか、わかんないけど、ね、その痛みを目的につなげるかつなげないかっていうのは、自分の意思でもある。これを無駄なものとしてしまうのか、それとも、ここ向き合って、わかる。何か前に進もうと、現実を受け入れながら、じゃあ前にっていうのは、正直私の旅路の中ではあった。でも信頼っていうのがあるから、ね、結構日数、フェーズ必要だったけどね、そこにたどり着くまで。そうだね。わかる。最初はなんでっていうあれだったけど、そうでも全部くくってよかったのは本当にね、お互いね、正直に話すことをね、正直に周りにサポートだったり受けたりとか祈りだったりね、これできないからこれやってくれるっていうことだったり、そういったものはすごく強めてくれた。あと SNS を見ないっていうことも助けになる。逆に助けにならないのはね、深い悲しみの中でもう一人になっちゃう。そういった時ってやっぱ人との距離欲しいっていう感覚もあると思うんだけど、そういった時こそ実はね、打ち明けて祈りをもらったりっていうことは必要にはなるかな。じゃあそんな感じで最後にくくりとして、振り返ってみて、一番の学び、希望は何だった？もうさっき結構いろいろ話したけどさ。うちらの希望は神様にある。それってどういうこと？ What do you mean? Like, 何の希望が神様にあるの？もう全部の希望。なその失った子供も神様にある。神様の、要は全ての責任を負ってくれるのが神様ということ？そうだね。どういうこと？全ての責任を。It's God's will. So whatever happens, I trust in God. でもそれが一番心が平安できる、平安を得られるポジショニングじゃない？ね。なんでって考えたところで答えがなんか天が開かれてなんかうわーってなるわけじゃない。でも聖書を開いた時にささやかれるものではある。それはあるし、でもなんでっていう理由っていうよりかは、なんか悲しみってただ神様がそばにいてくれる、それで十分じゃないってなんかちょっと思った。周りのサポートとかももちろんあったけどね。はい。でちょっとこんな感じでね、いろいろ長く話し合ったけれども、そういったところね、これを見てくれてる人が実際に自分がそういうところを通ったのか、もしくは近くでいるのか、どんな人が見てるかはわからないけど、でもそのリアルなね、その人生の中でなんでっていう大きな問い、あれ神様はとか、悲しみとか悲観とのそのさっきのプロセスの話とかもなんかここから得られるものが少しでもあったらなって思ってこれを撮ってみました。はい。なのでもしね、あなたがねそんなところを通ってたら、もう本当にね、痛いくらいもう本当に
ね、それはね残念だったねって本当に、一緒に涙を共にしたい気持ちがあるくらいそれはわかるけど、そうね、最後にじゃあもしそんな人がいたらっていうので祈って終わりにする？Do you want to pray or I pray? I think you should pray. Okay. じゃあ祈ります。神様ね、本当に、ね、痛みからね、本当に痛みというものを避けずに、ね、痛みをね、自ら選んで、ね、私たちの姿となって、ね、この地上で私たちと共に生きてくれたことを本当に感謝します。ね、この痛みの中で苦しみあえでる中、ね、神様、ね、本当に今あなたがね、その人のね、近くにいてくれてること、今本当にそれをね、内側からね、本当に感じさせてください。ね。ね、本当に多くは必要ないです。ただあなたがいてくれるっていうね、そのね、事実がね、本当に慰めとなるように。で、必要であればね、本当に勇気を持って正直になって、サポートだったり、強さだったり、受け取れるようにね、その人を助けてください。ね、で、ね、何よりもね、あなたがね、本当にね、命だったりっていう素晴らしい奇跡をね、私たちに与えてくれたからこそ、ね、そこに忠実に、なって、ね、次のステップね、もちろん旅路では前を向けるようになる旅路ではあるかもしれないけど、神様そこは、ね、あなたの命あふれる言葉で、ね、正しい時に語ってね、で一人で嘆き悲しむ人に何よりもね、あなたが近くにいるっていうことね、そのことにただ感謝します。イエスの名によってエメン。めっちゃ泣いちゃった。はい。じゃあそんな感じで、はい、皆さんこれからカムバックして参りますので、私も結構目的をすごく内側からかき立てられて、人々の祝福になるような証ねっていうのをこれから届けていく。で、頻度が月2で第1と第3の水曜日にこれからなっていくので、引き続き応援だったりね、コメントだったり、そういったものが人々の祝福になることをね、よりリーチを助けるのでよろしくお願いします。ではまた次回会いましょう。またね。